こんにちは、赤シャです。最近、スレッズをはじめとする SNS で、こんな投稿を見かけた方も多いのではないでしょうか。ピカピカに磨いた358円を玄関に置くと、お金が入ってくる。魅力的なおまじないですよね。他にも、車のナンバーを358にしたら燃費が良くなった。358は奇跡の数字。といった投稿もあります。358という数字が今、再び注目を集めているのです。358円を置けばお金が入るという話にも元になった本当の意味があるのかもしれません。では、なぜ358なのでしょうか。実はこの数字には2000年以上前から伝わるある意味が隠されていました。その鍵となるのが古代イスラエルに伝わる神秘思想カバラです。さらに話をたどっていくと、メシア、弥勒菩薩、そして島根県高神谷遺跡から発見された358本の銅剣も1本の糸でつながっていきます。一見すると関係のないものが不思議な線で結ばれていくのです。この動画では考古学で明らかになっていること、宗教や歴史に残る伝承、そして様々な研究者の説をお話ししていきます。歴史ミステリーとして楽しみながらご覧いただければ幸いです。また、この358の数字の意味を知ると、金運アップのおまじないをする時の心構えも変わってくると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではまず、358という数字の意味から探っていきましょう。第1章358は救世主の数字だった。358の秘密は、実はカバラ数比で解くことができます。カバラ数比とは、文字を数字に置き換え、その数字から隠された意味や共通点を読み解く、古代イスラエルに伝わる解釈法です。ヘブライ語では、一文字一文字に数字が割り当てられています。例えば、最初の文字、アレフは1というように、それぞれの文字が固有の数を持っています。そして一つの単語を構成する文字の数字をすべて足し合わせることで、その言葉を一つの数字として表します。さらに、同じ数字になる言葉には、共通する意味や深いつながりがあると考えられてきました。もちろんこれは現代の数学ではなく、古代から受け継がれてきた神秘思想の考え方です。では、358という数字は何を意味するのでしょうか。ヘブライ語でメシア、つまり救世主という言葉を数字に置き換えると、なんとその合計が358になるのです。つまり358とはカバラ数比において救世主を象徴する数字なのです。ちなみにもう一つ興味深いことがあります。旧約聖書に登場する蛇はヘブライ語ではナハシュと呼ばれますが、この言葉も計算すると358になります。救世主と蛇、一見すると結びつきそうにない2つの言葉ですが、カバラで解くと蛇も救世主なのです。話はちょっとそれますが、古代には蛇を別の視点から解釈する思想がありました。それがグノーシスと言われる初期キリスト教の時代に存在した神秘思想の一つです。ここではエデンの園の蛇は人間を堕落させた悪の存在ではありません。善悪を知る実を食べるよう勧め、人間に気づきを与えた存在として描かれます。つまり、人間を本来の姿へ目覚めさせる導き手として理解されることがあるのです。もちろんこの考え方は、現在のキリスト教の主流ではなく、異端とされ、多くの文書も失われました。しかし、救世主と蛇がどちらも358になることを知ると、古代には現在とは異なる世界観が存在していたことが見えてきますね。数字は単なる数ではありませんでした。言葉の奥に隠された意味を読み解く鍵です。この鍵を使うと、隠された歴史や思想も見えてくるのです。さらに、この救世主という考え方は、西洋だけのものではありません。実は東洋にも、未来に人々を救う救世主として信仰されてきた存在がいます。それが弥勒菩薩です。第2章358は弥勒の数字なのか、358は弥勒の数字だという人がいます。いや、
弥勒なら369じゃないの？そう思われる方も多いでしょう。369を弥勒の数字として紹介している本や動画も少なくありません。実は私も最初はそう思っていました。お釈迦様が悟りを開いたのは35歳8ヶ月の時。だから358は特別な数字であるという説もあるので、その説と弥勒の数字を混同しているのかななんて思っていました。ところがふとあることに気づきました。前の章でお話ししたように、カバラ数比では358は救世主を意味する数字でした。一方、弥勒菩薩もまた未来で人々を救う存在です。仏教ではお釈迦様の入滅から56億7000万年後にこの世へ現れ、人々を救済する未来仏とされています。つまり弥勒菩薩も救世主なのです。実はキリスト教の救世主思想と弥勒菩薩の信仰には共通するルーツがあるという説があります。それは古代ペルシャで信仰されていたミトラス神です。ミトラスは光と救済の神として広く信仰され、やがてローマ帝国にも伝わりました。そして多くの研究者が初期キリスト教はミトラス教から多くの影響を受けたと考えています。さらに弥勒という名前もサンスクリット語のマイトレーヤに由来しますが、その語源をさらにたどるとミトラス神だとする説もあります。古代東洋と西洋の救世主思想は同じルーツだったかもしれないのです。第3章358本の道剣、そしてこの358というマジックナンバーは弥生時代の日本でも使われていたのです。それが島根県出雲市にある高神谷遺跡です。1984年、この遺跡から見つかった銅剣の数がなんと358本なのです。これは当時日本中の考古学者を驚かせる大発見でした。それまで一つの遺跡から見つかる銅剣は数本、多くても十数本程度と考えられていたからです。ところが高神谷では358本もの銅剣が一箇所にまとめて埋められていました。銅剣だけではありません。銅矛が16本、銅鐸が6個。これほど大量の青銅器が一つの場所から発見された例は日本でも類を見ないものです。現在の考古学ではこれらが誰によって何のために埋められたのかはまだはっきりしていません。様々な説がありますが、決定的な答えは見つかっていないのです。けれど、銅剣の358本という数がイスラエルのカバラと関係があるなんてこじつけでしょうと思われるかもしれません。しかし数字に注目すると興味深いことがあります。358を構成する数字3、5、8、これを足すと16になりますね。16という数も358と同様、救世主に関係する数なのですが、この遺跡から見つかった銅矛の数もまさに16本でした。358と16という数字がここでも並んで現れていることはとても興味深い点です。さらに16という数字から思い浮かぶのが皇室の紋章として知られる16菊花紋です。なぜ16なのか、その由来は現在もはっきりとは分かっていません。一方で古代イスラエルや中東には16弁のロゼットと呼ばれる花形文様があり、それとの関連を指摘する説もあります。そしてもう一つ気になるのが高神谷遺跡から見つかった銅鐸の6個です。この6という数字は壊滅しかけた秩序を回復するという象徴的な意味を持つと考えられているのです。そしてこの意味は当時の古代出雲の情勢を考えるとまさにぴったりの数字なのです。ただカバラと古代日本につながりがあると思えない方もいるでしょう。ここからは現在の歴史学ではなく出雲九伝と呼ばれる伝承のお話になります。出雲九伝によると紀元前218年頃、大陸から徐福という人物が出雲へ渡来したと伝えられています。徐福は中国の始皇帝に仕えた法師でした。法師とは不老不死の研究や占い、天文学、薬作りなどを行っていた古代の神秘思想の専門家です。
講師は天文や暦、戦術、神秘思想にも通じた知識人でした。そしてこのジョフクはイスラエルにルーツを持つ人物だったとされています。これらのことを総合すると、イスラエルに伝わるカバラ数秘が古代出雲へ伝えられていた可能性も考えられます。そして出雲九伝によると、高神谷遺跡に青銅器が埋められたまさにその時代、出雲人たちが救世主や救いを求める出来事が起こっていました。出雲王国は大きな危機を迎えていたのです。出雲九伝によると、西暦2世紀頃、吉備方面から敵勢力が出雲へ攻め込んできました。その中心となったのが第7代高麗天皇と息子である吉備津彦たち兄弟です。激しい戦いの末、出雲側は苦戦を強いられます。吉備津彦の猛攻は桃太郎のストーリーの原型になったとも言われています。桃太郎のストーリーでは最後に桃太郎が鬼から財宝を取り戻しますが、実際の戦争では少し異なり、休戦の条件として出雲のすべての銅剣を吉備津彦たちに差し出すことが求められたのです。出雲サイドは多くの銅剣を溶かしてインゴットとして差し出したと伝えられています。溶かした理由は銅剣が呪力を持つアイテムだと考えられていたからでしょう。しかし全てを渡したわけではありませんでした。神々に守っていただくため、銅剣を聖地へ埋納し祈りを捧げたとされています。その場所こそが高神谷遺跡だったというのです。そして出雲は危機を乗り越えました。もしこの伝承が事実を反映しているとすれば、358本という数は救済や神の加護への祈りを込めた数字だったのでしょう。もちろんこれは現在の歴史学で証明された話ではありませんし、出雲九伝に358の意味が書かれているわけでもありません。ですが、358という数字を手がかりに見ていくと、カバラの救世主、そして高神谷遺跡が一つの線としてつながって見えてくるのです。さらに出雲には古くから龍蛇信仰がありました。一方、カバラ数秘では蛇も救世主という意味になります。これらを直接結びつける証拠はありませんが、出雲族が龍蛇神を信仰していたことと、カバラで蛇と救世主が同じ数字を持つことを重ねてみると、興味深い符号を感じます。第4章358の本当の祈りとは。ここまで358という数字の意味について見てきました。カバラ数秘では358は救世主を意味する数字でした。弥勒菩薩もまた未来に人々を救う救世主です。そして出雲では358本の銅剣に神への祈りを込めて埋められました。それぞれを並べてみると、一つ共通しているものがあります。それは救済です。誰かを助けること、人々を守ること、平和を願うこと。その象徴として358という数字が受け継がれてきたのだとすれば、358円を玄関に置くという話も、大切なのはその数字が象徴している心ではないでしょうか。弥勒菩薩への祈りも、お願いをすれば願いを叶えてくれるという考え方ではありません。むしろ自分自身も弥勒菩薩の慈悲に応えられる人間になろうとすることが大切だとされています。例えば、心をごまかさず素直な心で向き合うこと、自分だけではなく家族や周りの人の幸せも願うこと、小さな良い行いを積み重ねること、そして思い通りになりますようにと願うのではなく、正しい道へ導かれますようにといった意味合いで祈ること、こうした姿勢が弥勒信仰では大切にされてきました。358という数字が単なる金運を呼ぶ数字で終わるのではなく、みんなの幸せを願う数字になれば、この動画を作った意味があったと思います。もしかすると、それこそ358が今また流行りだした意味かもしれないとさえ思えるのです。最後までご覧いただきありがとうございました。もし今回の話が少しでも心に残った方は、チャンネル登録をして次の動画も受け取ってください。ではまた次の記録でお会いしましょう。